どうも、ババキリュウタでございます。今回は2020年8月20日に発売したスポンジボブのゲーム、スポンジボブバトルフォービギニボトムをクリアしましたので、クリア後レビューをしたいと思います。それでは早速ですが、まずはこのゲームを一言で表したいと思います。簡単で面白いイカれたトーク満載のアクションアドベンチャーとなりました。ではなぜこう思ったかを今から3つの要素で説明していきたいと思います。ではまずは1つ目、ストーリーからいきます。ストーリーはアニメでも毎度問題を起こしているプランクトンが開発したロボットの暴走を止めるため、スポンジボブ一行がビキニタウンをメインに黄金のフライ返しを探す旅に出るといった内容となっていました。世界観はまさにスポンジボブといった感じで、登場キャラも相変わらずぶっ飛んだジョークを放っており、また演出もアニメと同等くらいのクオリティで作られていました。ただ、一部セリフの中には音声が英語音声のままであったり、テキストを無視してセリフが流れるという仕様があったため、そういった点は少し気になりました。Barnacle Boy, are you on patrol down here? いや、これはもう一つの仕事でな、警備員をしているんだ。では続いてアドベンチャー要素について話します。アドベンチャー要素は簡単に言うと、自由に探索できるフィールドで、シンプルなレースや謎解き、戦闘を楽しめるといった感じになっていました。正直、やることが黄金のフライ返しを探すということ以外、あまり充実していなかったので、探索に難聴さがあったのは確かですが、ただ今作に用意されているフィールドは、ステージ攻略型ながらも、どこもオープンな自由度があったので、非常に満足できる作品となっていました。また今作は誰でも楽しめるように要所要所に簡単な仕様を施していたり、チュートリアルを用意してあったりしたので、非常にやりやすいゲームとなっていました。それこそ子供や女性にとっては十二分すぎるくらい満足度の高いゲームになっていたと思います。あと今作はスポンジボブよりも出番は少なかったですが、サンディやパトリックを使用することができたので、とても良い作品になっていたと個人的には思いました。ただ一応一つだけ気になったところで、本来スポンジボブで進めなければいけないところをサンディで進めてしまえたところがあったので、こういった点は不具合のように感じました。それ以外は割と中毒性があって、没入感も強かったです。もちろんキャラクターの演出も笑えるくらいとても良かったと思いました。では最後に3つ目、やり込みについて話していきます。やり込みは合ってないようなものといった感じで、結局はメインで必要となる黄金のフライ返しを集めることに集約するので、人によってはそこまで面白みを感じないものとなっていました。スキンというか、スポンジボブたちをアクセサリーなどで着飾れたらよかったですけど、そういったものもなかったため、割と残念ではあります。ということで、最後まで話したのでまとめに入ります。良い点悪い点を知りたい人は、どうぞ。個人的に今作はシンプルながらも非常に楽しめた作品でした。スポンジボブ好きはもちろん、マリオみたいなシンプルで簡単なゲームを探している人にはかなりおすすめしたい作品です。ちなみに私がこのゲームをクリアするのにかかった時間は9時間30分でした。プレイ時間的には至って普通なアドベンチャーゲームといった感じです。ということで今回はここまで。それではまた。But I can't see a future without the trust, so I'm reminiscing visions that